RX-78-2ガンダムの発展機として開発された。コードネームはアレックスで、ネット上などでは一般的にこちらの呼称で呼ばれることが多い。劇中では試験運用中に主要人物の一人であるクリスチーナ・マッケンジー、クリスが登場し、バーナード・ワイズマン、バーニーが所属するジオン公国軍特殊部隊サイクロプス隊と対決する。作品の主人公が登場しないという珍しい設定を持つ RX-78-2ガンダムのパイロットであるアムロ・レイのニュータイプとしての能力の開花に同機体の反応速度が追従できなくなったことから彼の専用機として再設計されたと設定されている。しかし0080ではテストパイロットのクリスが操縦する姿のみが描かれている。概要。ニュータイプ能力の開花により上記の RX-78-2の機体性能を上回る反応速度を得ていたアムロのために新開発された。カラーリングは RX-78-2 のトリコロールに対し、本機はほぼ白青のツートンカラーとなっている。コードネームのアレックスはガンダムシリーズの形式番号である RX をもじったものであり、装甲積層試験の略称でもある。機体各所にマーキングされた。ウンツパ C は地球連邦軍の極秘計画コードを表し、それぞれアンダーノーマルタクティクス、非通常戦術スペシャルアソートメント、コンストルクシンヤード、特別分類建造場を意味する。開発経緯。1年戦争当時の地球連邦軍内ではニュータイプの存在に懐疑的な意見が多く、ジオン公国軍のサイコミュ兵器のような技術は未開拓であった。そのためニュータイプ専用兵器の開発には出遅れたが、開発計画の中にはすでにニュータイプ対応機が盛り込まれていたため、機体開発が開始される。ただし、ようやくモビルスーツの量産体制が整った段階であったため、本機ではそれらをベースに基本性能やコンピュータシステムの性能向上を主眼に置いた設計がなされることになった。開発計画は一年戦争における連邦軍の陸軍、海軍、空軍、宇宙軍が個別に新型モビルスーツを開発する G4 計画に組み込まれている。本機は宇宙軍による主導のもと、兵士のメンタルヘルスからコンピュータ研究を専門としていた地上のオーガスタ基地が開発を行うこととなった。UC0079 年8月に設計開発がスタートするとともに、同年11月に RX-78-2 の実動データがフィードバックされた。RX-78 シリーズでとりわけ参考にされたのは3号機であり、本機は一年戦争で開発された4機目のガンダムに位置づけられる。そのため本機の出力は RX-78-2 と比較して 1.3 倍の向上が見られる。また、スラスターの増設、大型化による運動性の向上といった基本性能の底上げがなされ、高出力化に対応するためにダクトが増設された。本機はニュータイプが登場すれば第3世代モビルスーツクラスの性能も発揮できるとされるが、ニュータイプ以外のパイロットが登場した場合にはその過敏な操作性からシステムが誤作動を起こすデメリットも併せ持っており、まともに操縦できる人間は一種の化け物と評されている。なお、本機は量産化も視野に入れられており、装甲などの設計にも配慮がなされていた。地上のオーガスタ基地での開発を経て、北極基地からサイド6、リボーコロニーに移送される。その際、ジオン公国軍の特殊任務部隊サイクロプス隊による2回の強襲を受けて、機体は中波市、ホワイトベースとアムロの元へ届けられることなく、一年戦争の終戦を迎える。しかし、新機軸の前転周囲モニター、リニアシートやマグネットコーティング、フルアーマーオペレーションなどは、後続の連邦軍モビルスーツにもフィードバックされ、モビルスーツ開発体系では大きな影響を持つ機体となった。本機の剣舞エアインテークやバックパックなどの衣装は、後年に開発されるジムカスタムやジムクエルなどのいわゆるオーガスタ系の機体に引き継がれている。機体構造、マグネットコーティング、アムロの報告、機体の反応の遅さにストレスを感じるなどにのっとった形で RX-78 からの改善が進められ、関節部は当初よりマグネットコーティングが施された。コクピットは RX-78-2 をはじめ少数のモビルスーツに採用されたコアブロックシステムではなく、脱出ポットとして機能する球形のものに、1年戦争当時としては、初の前転周囲モニターリニアシートを採用。
パイロットの視認性を向上させ、ストレスを軽減させる効果をもたらした操縦システム。当時の連邦においては、サイコミが完成していなかったことから、従来のものを採用しているが、ナビゲートシステムは、プロセッサを3機搭載し、ニュータイプの反応速度に対応可能なソフトウェアを採用している。加えて、RX78 に搭載されたものより、さらに高性能な高速、大容量の AI も搭載されており、新たに採用した各システムの統括も可能となった。また、運動性や機動性、パイロットと機体間の反応速度も極めて向上している。スラスター、推進装置が増設され、総推力も5万 kg 台から17万 kg に跳ね上がっている。脚部にはスラスターとプロペラントタンクを一体化したユニットを備える。武装 60mm バルカン砲、頭部に2門装備。口径は RX78 にやジムと同様の規格を用いながらも、策略や弾頭の形状は異なるという説も存在する。ビームサーベル、形式番号、ブラッシュ XBB09、バックパックに2機装備している RX78-1、2、3号機までは、ランドセルの外側にホルダーが装備されていたが、本機では内側に移設されているバックパックのコネクターがブラッシュ社製であるため、形状や装備配置を変更した 90mm ガトリング砲。両前腕の装甲カバー内に格納されているモビルスーツの装甲を軽く貫通する威力を持つ。通常は砲身が隠されていることから敵の意表をつくことはできるが、振動や相談数の点で課題を抱えていた。この兵装の採用にはフィールドモーター技術の向上によって関節部の小型化が可能となり、スペースに余裕ができたことが契機となっている。ケンプファーの装甲を貫通できるなど、モビルスーツの実弾機関銃としては屈指の威力を持つ。しかし、高コストであることとメンテナンス性の観点から、量産機種には採用されていない大口径かつ威力は高いものの、弾数が少ない弱点も併せ持っている。ビームライフル、形式番号、バウバ、ノーフォーククシバルタイプ3。防馬車のビーム発信機にノーフォーク産業の収束装置とハウジングが採用され、高い出力と貫通力を発揮する従来の RX78 に採用されたものよりも出力が向上し、重心下部のマガジン上パーツが取り外し可能な E パックであると推察する資料も見られる。RX78 対2で特徴的だった可動式の丸型センサーフォアグリップがないなど、全く違った外観となっている。ハイパーバズーカ、ガンダム用をベースに、スコープが追加されているのが特徴。シールド、形式番号、RX-CSH05UBC、S0003。後述する、ジョバムアーマーの構造を流用し、タイビームコーティングを施した防御兵装。表面上部に殴り書きのような字体で、アレックスと表記されている。ジョバムアーマー。1年戦争末期に、連邦軍内で進められていた、フルアーマーオペレーションの一環として開発された、複合装甲。ジョバム、ハサーラミックスハイブリッドアウターシェルドブロー。アップアクトオンマテリアルズ。セラミックス複合外装による爆発反応材質の略。本作品におけるジョバムアーマーの名称は、9世紀の同盟の装甲技術と、開発にジョバム地方の技術者が関わっていたことに由来する。アーマー装備時の NT1 はガンダム NT1-4FA 形式番号 RX78NT1FA と呼ばれるルナチタニウム合金とハニカム素材のシートを積層した構造を持ち、装甲が破壊されることで衝撃を吸収し、機体本体へのダメージを最小限にする。また、偽装用装甲としての意味合いを持っており、敵機に対して能力を見誤らせるための効果を持っている。ジョバムアーマーによって95トンと大幅に増加した本体重量による機動性の低下を補うため、剣部に補助バーニや腰部にスラスターが追加されており、機動性はあまり低下しない。ニュータイプが登場した際は、デッドウェイトとなる装備であるため、アムロへの引き渡し後は、腕部 90mm ガトリング砲とともに撤去される予定であったが、本機がガンダム量産計画 RX81 の試験機としての側面を持っていたため、ジョバムアーマーと腕部ガトリング砲を採用していたとされる。後年のジムキャノン2やガンダム TR1、ヘイズルなどにも用いられている。
作中では、ケンプファーのショットガンの直撃をものともせず、全身に巻きつけられたチェーンマインの爆発により、増加装甲は破壊されるも、内側の機体そのものは無傷であり、高い防御能力を発揮している。また、ジョバムアーマーとは、別に FSWS 計画に従ったフルアーマー構想のアレックス増加装甲試験型などがある活躍。サイクロプス隊の標的となった連邦軍の新型モビルスーツとして第1話冒頭から登場。北極基地にて分解状態でコンテナに収められていたが、そこからサイド6へ輸送用の大型スペースシャトルで搬送される。サイド6リボーコロニーにおいては地球連邦軍が用地を買い上げた極秘工場内部にて機体の組み立てとクリスによる最終調整が行われる。サイクロプス隊のケンプファーによる襲撃時はクリスが機体を緊急起動させ、頭部アンテナの一部とジョバムアーマーを破壊されながらも、腕部ガトリング砲のみでこれを撃破する。その後、サイクロプス隊の暫定となったバーニーの登場するザク2回と交戦して、これを撃破するが、本機も実戦への再投入が困難になるほどの損傷を受けたことから、アムロの手に渡ることなく終戦を迎える。海警監査局のリドル・ウィットマーシュが情報部のメーメット・メルカに宛てた手紙には本機のその後の調査結果が記されている。本機の開発部隊はリボーを撤収し本格的な修理点検を行えるルナ2へ移動しようとしたところで終戦を迎えている。本機はしばらくルナ2に放置されるが宇宙世紀84年にオーガスタ研究所に移送されガンダムアン01トリスタンに改修されたという。チャンネル登録高評価お願いします。